これ信じられますか？こんなにも変化してしまうんです。各技術に対する賞賛が薄れる可能性があると考えています。AI の技術が衰えていくとは思えません。各技術や発想力を取ると何が残るのか。そこで私は商業イラストレーターというものを一旦諦めて、皆さんこんにちは。イラスト系 YouTuber のレモタです。生成 AI で簡単にイラストを作ることができてしまう時代になりました。手書きイラストの需要はどうなっちゃうの？ AI を使うのが悪いみたいな空気はいつまで続くの？絵を仕事にしたい私たちは AI に対して常に漠然とした不安を抱えています。この動画はそんな不安を少しだけ解消できる動画になっています。今回は私が AI 時代に絵でお金を稼ぐために諦めたことについてお話ししていこうと思います。動画の流れはこのようになっています。説明欄の時間のところから飛べるようになっているので、好きなところからご視聴ください。結論、AI 時代に絵でお金を稼ぐために諦めたこと。私が AI 時代に絵でお金を稼ぐために諦めたことは、商業イラストレーターを最終目標にすることです。理由は、知名度を上げないことには生き残れないと考えたからです。AI イラストを受け入れよう。商業イラストレーターになることを諦めた背景には、大前提として AI イラストを受け入れる姿勢が必要でした。なので、まずはそれについて少しお話をしていきます。絵描きは AI を毛嫌いしている印象を持ちやすいと思いますが、私はどちらかというと AI 技術を受け入れようという姿勢を持っている絵描きです。これまでの当たり前が変わってしまうことに対して不安が大きいのは確かです。でも、だからといってそれに抗うのはすごく大変なことだと思うんですよね。この先 AI の技術が衰えていくとは思えません。だから技術の進歩に合わせて私たちはこれから何ができるかということを考えたいと思っています。正直今有名でも何でもない。だけど将来活躍したいな、絵で仕事をしたいな、そんな風に思っている方がこの動画を見ていると思います。もちろん私もその一人です。私たちは今何者でもない。だから AI の進歩によって失うものも逆にないんですよね。柔軟に変化していけちゃうから。そんな風に私は前向きに考えています。もちろん著作権とか法的なことはちゃんと決めた方がいいと思います。今いろいろとグレーな部分が多くて危ないですよね。ただそう思っている間にもAI の進化も私たちの日常も進んでいきます。未来への不安は消えないけど、時代の変化に適応しながらも楽しく生きていこうよというのが私の今の姿勢です。そんな私が AI 時代に絵を描きながらお金を稼ぐためにはどうしたらいいと思うかお話ししていきますね。なぜ知名度を上げる必要があるのか。では、なぜ絵でお仕事をするためには知名度が必要なのかということについて、それは AI イラストの登場によって各技術に対する賞賛が薄れる可能性があるからだと考えています。AI イラストの登場で誰でも簡単にイラストを生成できるようになりました。これによって絵を描く技術、例えば形をそのまま写す技術や頭の中のイメージを自分の手で再現する技術、これらの価値が今後下がるのではないかなと考えています。自分がこれまで長い時間をかけて得てきた各技術、それを AI はほんの数秒で簡単にやってのけてしまいますよね。もっと言ってしまうと、使い方によってはアイデアまで AI が提示してくれちゃうかもしれません。AI をうまく使うことができれば、イラストレーターの主な能力である頭の中で描くものをイメージするところからキャンバスに書き出すところまで、全てを AI がカバーしてしまう可能性が出てきます。とんでもない技術ですよね。AI イラストが騒がれているのは、このことに対する恐怖や嫉妬心が大きな理由だと私は思っています。中には AI 技術はまだまだ自由に使えるレベルにはなってないよ。まだ大丈夫だよ。そう思う人もいるかもしれません。確かに生成 AI は最近出てきたばかりですし、もちろん社会の変化にグラデーションはあると思います。だけど、今から10年後どうなっているかは最悪を想定しておいて損はないんじゃないかなと私は思っています。皆さんに10年前の当たり前と今の当たり前を比べてみてほしいんですね。2016年と2026年の比較をしたいと思います。これすごいですよ。まず2026年、今私たちが使うイヤホンはワイヤレスが主流ですよね。これ2016年はまだみんな有線を使っていました。次2026年、今私たちは映画やアニメ、
ドラマを見るときはサブスクで見ることができます。かなり当たり前になってますよね。ネトフリ、アマプラ、Hulu とかね。でも2016年はまだ DVD ショップの時代です。1作品ずつレンタルもしくは購入していました。そして2026年、今オンライン授業やオンライン会議が選択肢のうちに当たり前のように入っています。コロナ禍をきっかけにだいぶ主流になりましたよね。これ2016年にはもちろんありえませんでした。さらにですよ、2026年の今、SNS では私たち大好き縦動画が当たり前です。TikTok、ショート動画、リールなど皆さん見ない日はないですよね。驚かないでくださいね。2016年は TikTok がまだ世界進出していません。TikTok もない縦型動画なんてものは誰も知らない時代でした。これ信じられますか？10年の間に私たちの生活の当たり前がこんなにも変化してしまうんです。私は今20代です。この動画の視聴者さんにも近い人が多いと思います。10年後、私たちは30代です。バリバリ現役だし、この先も仕事人生は長い。そんなライフステージにいることになります。そんな時期に仕事に困るのは嫌じゃないですか。私は嫌ですし、怖いですよ。だってたった10年前から今まででこんなに生活が変化していると思ってませんでしたもん。これまた10年後どうなっちゃうのって不安になるじゃないですか。だから私は AI の技術に進歩による生活の変化を考えるときには3年後とかそういった近い未来ではなくて10年、20年先のことをイメージしておきたいなと思います。そう考えた時にイラストレーターから書く技術や発想力を取ると何が残るのか、私たちはそれを考える必要があります。そして私は10年後、20年後も絵でお金を稼ぐためにこれまで何のために絵は描かれてきたんだろうということを考えてみたんです。昔、人は物体のイメージを未来に残しておけるように絵を描いていました。絵は記録、伝達の手段だったんです。しかし時が経つと写真という技術が新たに出てきたんです。この写真の登場によって物や情報の記録伝達が簡単に行えるようになってしまいました。本来の目的を写真で簡単に達成できるようになってしまったので絵を描く必要はなくなるはずです。でも絵を描くことは今この時代まで絶れずに残っている。皆さんこれなぜだと思いますか？私が出した自分なりの答えは絵を描く目的が変わったからです。絵を描く目的は記録伝達から自己表現や非現実の表現に変わったのではないかと考えました。現代の私たちは自分の感性や思考を絵に描き出すことで自己表現をしますよね。また挿絵やカットイラストが情報の補足に使われていたり、漫画、アニメ業界が盛り上がっているということを考えると、絵は非現実を表現するという役割もあると言えます。写真にはできない絵だからこそできる表現っていうものが目的になったような気がしています。そして生成 AI が登場した今、絵を描く目的が再び問われる時代なのではないかと思います。私は正直自己表現や非現実の表現は AI でも行えてしまうことだと思っています。写真を撮る技術が出てきた時と同じように現在の目的は AI によって簡単に達成できるようになってしまいます。いや、依頼者の意見を汲み取って形にするスキルは人間の方が強いんだ。だからまだまだ人間の手が必要だ。そういう意見もあるかもしれません。しかし AI を使用したとしてもプロンプトを入力するのは人間です。結局は人間がデザインをまとめることになる。だからイラストレーターのような下請けの仕事の需要がなくならないとは言い切れないところが私は怖いなと思ってしまいます。また少し冷めた言い方をするかもしれませんが、イラストを依頼する側も依頼に命を懸けているわけではないと思うんですよね。ある程度伝えたいことが伝わればいい。ある程度有名な人に頼んで多くの人に届けばいい。安い予算で早く済む方法があるならそっちを全然検討する。そういうスタンスの依頼主、企業さんは多いんじゃないかなと思います。本来イラストレーターは絵を描く能力があってそれを誰かの代わりにやることで仕事をしていたんです。なんですけど生成 AI が出てきてしまったことによってその仕事はどれだけいいプロンプトを入力できるかとかどれだけ企業に自分に書いてほしいと思ってもらえるか、そういうところが仕事をもらえるかもらえないかの分かれ目になってきちゃうということです。要はめちゃめちゃ悲観的に考えると自己表現や非現実の表現をした商業イラストの需要が10年後も残っているかなんてわからないんです。で、自分も実際不安を感じている身なのに多分大丈夫ですよ、きっと仕事はありますよなんて皆さんに無責任なことも言えないということです。だから AI で簡単に低予算でイラストを生成できることを踏まえてもそれでもどうしてもこの人にイラストを描いてほしい、この人に依頼したい、そう思ってもらえるような知名度の高い人材にならないといけないと思いました。これが私が知名度が必要だと考えた理由です。
商業イラストレーターではなくお絵描き発信者を目指そう。この先知名度が大事であるとするならば、現時点で無名の私たちは何かしないといけません。そこで私は商業イラストレーターというものを一旦諦めて、お絵描き発信者を目指そうということを考えました。お絵描き発信者になるとは具体的にどういうことなのか、はじめに説明すると、それは自分の描いたイラストだけを投稿するのではなくて、それに加えてイラストメイキング、描き方動画、お絵描き配信、絵描き Vlog、絵を描く上での考え方などを発信する人、これがここで私が言っているお絵描き発信者です。私がなぜお絵描き発信者を目指すことをお勧めしたいのか、それは AI に仕事を奪われる不安がなく、さらに知名度も獲得できる可能性があるからです。先ほどまで AI の登場によって商業イラストの需要がなくなってしまうことは全然あり得るし、むやみに否定できないよねというお話をしてきました。このようにこれまでの当たり前が大きく変わってしまうということを想定した上で、じゃあ AI で簡単にイラストを生成することができる時代に労力をかけてわざわざ絵を描くという行為にはどんな意味があるのかということを考え直しました。そして私が出した答えが、絵を描くこと自体が目的なのではないかということです。皆さんは自分はなぜ絵を描くことが好きなんだろうと考えたことありますか？きっとこの動画を見ている皆さんの多くは小さい頃から絵を描くことが好きだったと思います。なぜお絵描きが好きになったのか、何をきっかけに絵を描くようになったのか、小さい頃の私たちはお絵描きを好きになった理由なんてきっと説明できないと思います。多分説明するほどの理由もなかったんじゃないかなと思います。結局私たちは絵を描くことがただただ楽しいから好きになった。そして今も好きなんだと思います。楽しさにはもちろんいろいろあります。例えば上達が楽しいとか、自分の生み出したものに愛着が湧くとか、そういったものも楽しさとしてあると思いますが、もう一つ他に絵を描くという行為自体の心地よさっていうものも大きな理由としてあると思っています。お絵描きっていうものは線を引いたり色を塗ったりすることに集中できることから瞑想と似た状態になると言われています。線を引く手の動きや筆圧、迷い、色の選び方、その時の感情など、その描く行為自体が心地いいと感じやすいんです。なんで絵を描くことを好きになったのか、なぜ絵を描き続けているのかって、多分この楽しさや心地よさを幼少期から無意識に感じているからなんだと思います。そしてこの楽しさは人間にしか経験できないものだ。私はそう思ったんです。人間だからお絵描きの心地よさを感じることができる。人間だからお絵描きを楽しむことができる。だからこの先、どんなに AI が進化をしても、お絵描きを楽しむ人はそう簡単にはいなくならないと思うんです。これまで絵を描く目的は時代とともに変わってきたけど、絵を描く行為自体を楽しむ人は絶対にこの先も居続けると考えました。そう考えた時に、もしかしてこれからの時代、そのお絵描きの楽しさそのもの、つまりは経験にアプローチすることができれば AI に仕事を取られる心配もなくお絵描きでお金を稼ぐことができるのではないかということを思いついたんです。皆さんの周りにこのような趣味を持っている人はいませんか？アイドルやキャラクターの推し活をしている、本を1年で50冊読んでいる、丁寧な暮らしをしている、フィギュアをコレクションしている、登山が好きでいろんな山に挑戦している。この活動をしたからといって社会から直接評価されるわけではないですよね。あなた1年で本50冊読めたので報酬300万円ねみたいなことはないじゃないですか。趣味ですからね。なぜ報酬がもらえなくても趣味としてそれをやっているのかって、推しのことを考える時間を過ごすことで心が満たされる。本を読むことで自分の知識を広げることが楽しい。丁寧な暮らしをすることで自分と向き合うことができる。フィギュアを集めて並べるのが楽しい。山頂からの景色を見た時の達成感が最高だから。このようなことが動機となって私たちは趣味を楽しみます。人から評価されるわけじゃないけど自分がやりたいからやる。お絵描きが好きな私たちも同じです。絵を描くことで達成感を得ることができる。描く行為が心地よいと思う。報酬なんてなくてもお絵描きをすることで私たちの心は満たされます。だから私たちは絵を描くんです。つまりお絵描きを趣味として楽しんでいる人はたくさんいるし、この先も居続ける。だからその人たちを対象に何か提供できたら AI には奪われない安定した需要を確保できるのではないかということです。仕事は人助けが本質です。この世のお仕事は全て誰かを助けるものです。電車の運転士さんや車掌さんは電車に乗りたい私たちを助けてくれています。ご飯屋さんを経営してくれている人、そこで働いている人は外出時に美味しいご飯を食べたい私たちを助けてくれています。
芸人さんやタレントさんは気分が落ち込んでいる私たちを笑わせてくれます。イラストレーターも同じです。絵を描くことができる私たちは、イラストを制作することで絵が描けない人たちを助けているんです。その対価としてお金をもらうことでそれを仕事としています。趣味の分野で人助けをすれば、その対価としてお金をもらうことができるということです。実際 YouTube を見るとそういう発信をしている人多いと思います。推し活 Vlog チャンネルとか、本の紹介チャンネル、登山系チャンネル、お絵描きチャンネル、こういったチャンネルは趣味に取り組む中で共感を求めている人や悩みがある人に需要があります。お絵描きを趣味としている人はデジタルイラストソフトの使い方から上達の仕方までいろんなことについて知りたかったり悩んだりしています。情報を知りたい人に向けてそれを教えてあげることでお絵描き系発信者として人助けをする、そのような経験の共有は AI にはできない分野です。なのでお絵描き発信者としてお絵描きを趣味にしている人たちに向けての発信をする、その需要はそう簡単にはなくならないと思います。そしてもう一つ、お絵描き発信者になると需要を確保できることに加えて知名度も上がる可能性があるんです。皆さんは好きなイラストを描いている絵師さんについてもっと知りたいと思ったことはありませんか？どんなソフトを使って、どんなブラシを使って描いているのか、どのくらい時間をかけて描いているのか、何を考えながら描いているのか、どのように稼いでいるのか、どんな生活をしているのか、私はすごく気になります。そして好きな絵師さんを見つけたら、そういう情報を発信してないかなと調べちゃいます。その人 YouTube やってないかなってビットリンクとかね、セクシーに行ったりしてます。何か発信をしてると、そのコンテンツからその人の人となりをリアルに感じることができます。より親近感が湧くんですよね。私と同じ実在する人間なんだって思えます。実際私はこのように YouTube で発信をしていますが、 YouTube を見てくれている人の方が私の X のポストを見てくれている人よりもはるかに多いです。イラストレーターとしての知名度を上げたいけど、現時点でイラストだけの投稿で伸び悩んでいるんだよなという人が同時にイラスト以外のコンテンツを発信してみると、より見てくれる人が増える可能性が高いです。そうして自分に興味を持ってくれる人が自分のファンになってくれます。イラストをただ通りすがりに見るのではなくて、自分を応援したいと思ってくれる人が出てきます。そしてその輪が大きくなれば、メンバーシップを通して収入源を増やすことができるかもしれませんし、ファンが多い人気イラストレーターとして企業から頻繁に依頼が来るようになるかもしれません。このように自分にファンがつくということは、自分という人間自体に価値を感じてもらうことができます。そうすれば、あなただから書いてほしい、あなただから依頼したい、そのように AI には取って代われない仕事ができるようになるんです。まとめ。かなり長くお話ししちゃったんですけど、これまで話してきたことをまとめたいと思います。私がこの AI 時代に諦めたことは、商業イラストレーターとしてお金を稼いで生きていくということです。その理由は、この時代に絵を描くという仕事で生きていくためには確実に知名度が必要だと思ったからです。無名な私たちにとって AI の時代に絵を描くだけでそこにたどり着くのはかなりリスキーです。じゃあ現状を無名である私たちは絵を描いてお金を稼ぐためには何を目指したらいいか。私が個人的にこれ結構いいんじゃないかなって思ったのがお絵描き発信者です。需要がなくなる心配もないし、あなたにファンをつけることができる。そうすれば自然と知名度も上がってお絵描き市場においてあなたの価値が上がります。その価値は AI には変えられません。だからあなたにしかできない仕事として活かすことができる。こうなれば AI に仕事を奪われる心配なくお絵描きでお金を稼ぐことができるのではないでしょうか。っていうのがこの動画を通して私が皆さんに伝えたいことです。はい、こんな感じで私がこの生成 AI が発達してきた時代に絵でお金を稼ぐために諦めたことについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？ほぼ一般人の私が現時点で考えていることをお話ししたんですけど、他にもいろんな考え方、新しい視点があったらぜひ知ってアップデートしていきたいなと思っています。皆さんの感想や考えをコメントで教えてください。この動画を見て AI 時代にはお絵描き発信者になることもありなんだなっていうことは分かった。でもお絵描き発信者って具体的にじゃあどんなことをすればいいのと思う人もいるかもしれません。そんな方はぜひ私のチャンネルを漁ってみてください。メイキングをはじめいろんな動画を投稿していますが、そんな中でも特に再生された動画がこちらです。発信の仕方の一つの例として見てみてください。ちなみに最後に一つ BGM を紹介させてください。この動画の BGM は初めて個人的に作ってもらったものを使用しました。私の BGM です。すごく可愛くないですか？説明欄に作ってくれた方の SNS リンク貼っておくので、よかったら見てみてください。
ということで、私はお絵描きを楽しむ過程で感じたことや考えたことを発信していて、実践や深い思考、メンタルヘルスなどに関心があります。ぜひいろんな考えを深めながら、レモタと一緒にお絵描きを楽しんでいきましょう。イラストや YouTube、ブログの更新はまずは X で一番にお知らせしているので、ぜひフォローしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。